お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、独ソ戦でソ連軍戦車の防御力に驚愕し、ソ連軍戦車を撃破すべく開発し実戦に投入した対戦車砲を中心に解説する。ドアノッカーの 3.7 センチ PAK36 じゃ役不足だったか。ドイツ国防軍の戦車関係もそうだが、武装の貧弱な1号戦車や2号戦車が装甲部隊の主体だとまずいのではないかと危惧しつつも、第二次世界大戦に突入し、やっぱり貧弱だったねということで、より本格的な戦車の量産に本腰を入れる過程は、対戦車砲も似てるように思われる。さて、独ソ戦におけるソ連軍戦車の防御力を突き破る対戦車砲の必要に迫られたドイツ国防軍は、すでに試作品を発注済みであった新型対戦車砲の量産を急がせることになる。対空降射砲を積極的に転用するとか他の施策はなかったの？ 8.8 センチ降射砲、通称アハトを大量に転用するという手段も理論上は存在したが、いかんせんアハトは全てが陸軍の管理にあるわけではなく、ゲーリング率いる空軍も多数管理している状況だったから、陸軍の都合で独ソ戦の平野に大量配備できる状況ではなかった。ゲーリングの政治力も作用したのかな？必要性に疑問が指摘される空軍の野戦師団まで作っちゃう人だからね。ゲーリングから降射砲を分取ってくるのは陸軍といえども難しかったのかもしれない。その新型対戦車砲の名前は 7.5 センチ PAK40 だ。これ以降は40型対戦車砲と呼称させていただきます。40型対戦車砲は、大戦中に2万3000門以上が生産されたドイツ国防軍の対戦車砲の中核を担う火砲の一つだ。一説にはソ連軍の T34 戦車を撃破する能力を有していたと言われており、実際にもその強大な発射時の反動に対処するため、40型対戦車砲は鋼鉄製の代物だった。威力の他に評価されるべき点はあったの？これは戦時下で重要な要素だが、大量生産が容易なように生産性に配慮がされていた。例えば、前身の38型では防順が曲線を描いていたんだが、40型ではその曲線を取り払い、平らな板を組み合わせた形状に変更することで、生産性の向上が図られている。威力や生産性はいいとして何か欠点はなかった？欠点は、あった。具体的には、機動性の欠落だ。前身の対戦車砲から威力を増強した関係で、全体の重量は大きくなり、野戦時の移動には40型対戦車砲を牽引して移動させる機械力が必要となり、そういった機械力を手配できなければ、撤退時に同砲を戦場に放棄をせざるを得なかった。機械力って何？40型対戦車砲を移動させる能力を有する、いわゆる牽引車だ。ドイツ国防軍の場合は、履帯と車輪を合わせ持つハーフトラックのソンデアケラフトファフアゼウグ11などが40型の牽引車として使用された。また、装輪車両であるクルッププロッツェなども、40型の牽引車両として使用される。すべての40型対戦車砲にあまねく車をつけるコストは確かに大きそうだな。対応策はなかったの？ドイツ国防軍の取ったこの対応策は個人的に好きなところなんだが、ドイツ国防軍は重い40型対戦車砲に機動性を持たせるため、また、独ソ戦で必要性が痛感されていた対戦車用の戦闘車両という需要を満足させるために、40型対戦車砲を搭載した対戦車自走砲を開発したんだ。その名は、マルダー1だ。ヒトラーが好きそうな車種だ。マルダー1は、もともとはフランス軍から露獲したロレーヌ 37L という装甲車両をベースとして開発がなされており、この露獲した車両に、40型対戦車砲が搭載されて自走砲化されたんだ。なんでロレーヌ 37L が選ばれたの？戦時下だからのんびりと新しい車体を作っているいとまがないという理由もあるが、他にも、ロレーヌ 37L の特徴的な車体構造も理由として挙げられる。具体的に言うと、ロレーヌ 37L は車体の中央部にエンジンが配置され、後部に兵員を搭載して輸送する構造だったので、自走砲として改造するために最も重要な装備である火砲につき、車体後部の箇所に簡単に搭載して設置できるという点が、ロレーヌ 37L をいろんな戦闘車両に生まれ変わらせる要因となった。要するに偶然にも火砲を追加で搭載しやすい構造だったんだな。マルダー1は戦車両兵大隊に配備され、
東部戦線だけでなく、ノルマンディー上陸作戦でドイツの敗勢が濃厚となった時期以降の西部戦線でも活躍した。また、40型対戦車砲も戦車両兵部隊の主力武装としてドイツ降伏時まで活躍し、配備された戦場は東部戦線だけでなく、西部戦線、北アフリカ戦線に至るまで、主要な方面で使用され続けた。次に、マルダーに転用されたシリーズの流れみたいになるが、ドイツ国防軍で最も優秀な対戦車砲という評価もある、7.62センチ PAK36R について話をしよう。同砲は、ドイツ国防軍の対戦車砲シリーズの中では非常に得意な生産経緯を有している。非常に得意ってよっぽど変わったきっかけで生産されたのかな。これはね、露獲した火砲がベースになった対戦車砲なんだ。どこから露獲したの？旧敵と言っても差し支えないと思われる、ソ連軍からの露獲品だ。ドイツが火蓋を切った独ソ戦において、特に序盤のバルバロッサ作戦では、ドイツ国防軍にとって意外すぎる防御力を誇るソ連軍戦車を撃破できる対戦車砲の必要が叫ばれ、40型対戦車砲が幾分慌てて生産された経過は先ほど言及した通りだが、生産を開始しても、独ソ戦の前線部隊に十分に配備するには相応の時間を要する状況だった。その間に押し込まれたら作戦失敗だわな。そこでドイツ国防軍としては、間に合わせでもいいからソ連軍戦車の装甲を破る可能性を有した対戦車砲をとにかく前線に配備すべく対応した。その対応策の一環として浮上したのが、存外に優秀だった露獲火砲、ソ連軍の 76.2mm F22 野砲だ。野砲だけど対戦車砲に使えるの。1000門以上がドイツ国防軍に露獲されていた F22 野砲は、ドイツ国防軍の使用によりソ連軍戦車に対して有効な損害を与えるという皮肉な結果を戦場で示していたが、軍当局の技術部門から再評価をさせると、野砲ではなく完全な対戦車砲として運用するにはいくつかの改良は必要だった。改良点って具体的には何？まず、防順を背の高いものから背の低い防順に換装した。なんで低くするの？端的に言うと、戦場で敵部隊から発見されにくくするためだ。また、薬室を大きくして、砲弾の初速を強化したり、さらには、操作用のハンドルを下方の左側に移動させるという調整を行った。何のために左側に移したの？ F22 野砲はもともと照準と発射を2人がかりで行う様式だったんだが、これを全て一人で遂行できるようにするため車種の担当する左側に操作用のハンドルを集めたんだ。さて、7.62センチ PAK36R に関連する戦闘車両として、マルダー2の話をしよう。マルダー2は、ドイツ国防軍の装甲部隊の初期に主力を担った軽戦車である、2号戦車やその派生型の車体をベースに開発がなされた対戦車自走砲だが、主に2種類に大別されるところ、7.62センチ PAK36R を搭載した型が、そのうちの一つだ。突撃砲と各地戦車と比較すると車体が高くない。それはマルダー2の欠点として指摘される点なんだ。マルダー2はその搭載砲の優秀さゆえに、対戦車戦闘での威力は申し分ないんだが、特に背後から搭乗員を走行で防御できない構造のため、搭乗員の生命身体の安全確保という点で不安のある戦闘車両だった。マルダー2のこの型は、ドイツ国防軍の御用達軍需機用、アルケット社により、合計で200両以上が製造され、搭乗員の生命身体の保護に不安はあったものの、その火力でドイツ国防軍の対戦車戦闘に貢献し続けた。また、搭載されている対戦車砲に機動力が付与された対戦車自走砲という特質により、野戦での臨機応変な移動が可能だったことも相まって、後継車両であるマルダー3と共に、ドイツ国防軍の対戦車自走砲として連合軍の戦車を脅威にさらし続けた。さて、以上の通り、対戦車砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、
概要欄にリンクを貼っておくので興味のあるご視聴者様は気象情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍において作戦の神様と崇められた一方、その強引な手法に批判も多い紀予方編の作戦参謀、辻正信をノモンハン事件の視点から解説した動画です。独ソ戦とはまた違った、ノモンハンでの日ソ両軍の激戦ぶりに、辻正信がいかに深く関わり、その手腕をいかに発揮したのか興味深い。肯定と否定の評価が入り乱れる。ある意味では大日本帝国陸軍を体現すると言っても過言ではない軍人、辻正信という人物に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。気象情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。